Sometimes, global art tourism works effectively to turn the tide of a shrinking society. Though the tide may have different meanings to different stakeholders, it can quickly effect change before a consensus is made. For instance, Art Setouchi, one of the first initiatives in Japan for regenerating rural areas with an international art event, has been instrumental in increasing immigrants to the region. It was just such an international art event that brought Toshikatsu Ienari, a young architect based in Osaka, to the island of Shodoshima, whose population and economy is shrinking along with modernization. What Ienari actually built was a small, unassuming compound, but his statement as an architect is having continued repercussions throughout the architectural community in Japan. It was about how to motivate residents to create a public space that is truly useful, on the one hand. But it was also about how to design a house with a new sense of ownership or sharing, which he addressed to the whole society. Ienari says his way of thinking is very much informed by his own experience of a big earthquake. In a way, the conditions after natural disasters can be seen as an accelerated future of a shrinking society. But more importantly, Ienari seems to be demonstrating a hopeful way of practicing architecture. 前提として僕、阪神・淡路大震災の経験がすごい大きいんですけど、震災が起きた時に、インフラが全部シャットダウンして、電気もガスも水道も止まったり、それから、百貨店が潰れたり、信号機も全部動かなくなったりした時に、やっぱり普段隠れてたその、人の助け合いっていうかがバッと全面化してくるっていうか、お寺の水をみんな並んで分け合うし、友達の家がプロパンガスでお風呂炊いてたらみんなそのお風呂に入りに行くし、僕の近所に山口組の本家があるんですけど、山口組が町民にパン配ってくれたりとかで、普段見えないネットワークがバッと可視化してきて、で歩道をバイクで走ってても何も文句言われないです。で信号が潰れてたら交差点の真ん中におじさんが立ってて手で車をさばくとかで、なんかそういうなんて言ったらいいんでしょうね。これって今まで当たり前にインフラの整備とかがあって僕らの生活が成り立ってたけども、これが仮になかったとしても、こういうふうに共同で助け合っていくことで、なんて言うんでしょうね、その社会ができていくって大げさですけど、僕たちの暮らしができていくっていう実感がすごいあったもんで、なので建築だけじゃなくて、そういう状況を作っていくことをやりたいっていうのがあったんです。最初にちょっと考えてたのは、やっぱり自分たちで自分たちの空間というか場所を自らの手で作っていくっていうことにすごい意義を感じてたもんで、やっぱり都市部で生活していると、物を買うっていうことに慣れてるし、与えられるっていうことに慣れちゃってるので、能動的に自分たちで作り出す体っていうのをもう一度取り戻したいっていうぼんやりしたビジョンがあったんですけど、そういった意味でここに来てその自力建設でまずは建築を建てたいっていうのがあったんですけど、ただいわゆるかつてっていうとあれなんですけど、建築家のようにいろんな場所に行ってそこで建築建ててさよならって帰っていくだけではなんて言うんでしょう、箱はできても場ができないなっていうのがあったので、僕たちの方でいくつかその場の使い方も提案させていただいたり、この地域の方々と一緒に話したりして、その使い方も一緒に考えていったっていう感じですね。はい、最初は納涼会をここでみんなでビール、そこに生ビールサーバーが出て焼きそば焼いたりとかっていう納涼会で使ったり、それから子どもたちがパン焼くワークショップをやったり、
から地域の高齢者の方々が、週に1回ここで集まってみんなで体操する会があったり、からあっちのスタジオには今オリーブヘルスケアっていうのがあるんですけど、あそこで、なんか万歩計を皆さん持って歩かれてて、あそこの電話で保健師の方と話ができる仕組みがあったりっていうようなことになってます。ライブやったりもしてましたけどね。はい。キッチン用意してるっていうことの理由は、一つにはこの地域の風習として食べ助けっていうのがあるんですけども、家庭菜園されている人がすごい多いので、取れすぎた野菜を余ったから食べてって渡すんではなくて、たくさん取れたので食べるのを助けてくださいって言ってお裾分けする風習があるっていうのをお聞きして、それすごい何て言うんでしょう、いいことだなと思って、それでぜひここでも食べ助けしましょうっていうことで、地域で夏の間取れすぎた野菜をここに持ってきていただいて、観光客の人も地元の人も自由に調理して食べて帰れるようなスペースを一つ作りました。瀬戸内国際芸術祭2013年の時、会期が終われば壊す予定だったんですよ。でも小豆島町長が、あるいは町の方々がこのまま残してその地域のために使っていくいい実験場になるんじゃないかっていうことで、教育だったり福祉だったりっていうことのために存続させていこうっていうことで、今も残してくださってるという感じです。都市部でも僕が今大阪の北加賀屋っていうとこなんですけど、その住之江区っていうとこにあるんですが、住之江区でも今空き家が1万軒、独居老人の方が9,000人いらっしゃって、で今その相続がままならないので、やがて2万軒の空き家が出てくるって考えた時に、その空き家の問題だけ、あれ福祉の問題だけって考えるんじゃなくて、空き家と福祉同時に考えていきましょうみたいな動きも今都市部でも出てきてるし、そうなった時にこういうふうな小豆島での知恵っていうか、どういうふうに共同していくかっていうことの、技術って言いますか、そういうのは絶対役に立つだろうなっていうふうには思いますけどね。やっぱ都市部で新しいことやろうとすると、制度だったりとかに引っかかってなかなか実験的なことがしにくいんですけど、小豆島離島ですし、船に乗らないと来れない場所だったりから山あいのどっか谷間とかで、なおかつ社会的なその高齢化であるとか人口減少とか、空き家の問題とか、抱えてって、なんか変えていかないといけないっていう時に、実験的なことをできる土壌っていうのは地方の方があるなと。なので、地方で実験的にやられたモデルみたいなものが、やがてそのついてくる形で、都市がならちょっとうちは条例変えてみるかみたいな、もうちょっと制度が変わっていくような方向に行けば面白いですし、そうならなければ、都市部はこのまんまカチカチのまんま腐っていきそうな気もするので、地方の方がよっぽど、非都市部の方がよっぽど面白い場所になっていく気はすごいしてます。それまでは僕建築の設計と施工にものすごい興味があったんですね。なので建てる設計するプロセスとか、それから建設するプロセスにどうやっていろんな人を巻き込んでいくかっていうことを考えてたんですけど、ここを実際建てた後、この場を作っていくにあたって建てるだけとか設計だけではなくて、やっぱそこを動かしていったり参加してもらえる人たちがいることで場ができていくっていうことをすごい実感したっていうことがありまして、今大阪では自分たちで改装した物件で自分たちで食堂とかバーを今運営してまして、それでやっぱり小豆島で得た経験とか知見を、都市部の今後高齢化と
人口減少が起きていくようなその都市部でもそういうことをやっていけるんじゃないかっていうことで今そっちでも実験している最中ですね。やっぱり人やと思うんですよね。なんかいかにそのなんて言うんでしょう、建築とこのなんて言うんでしょう、専門性からはみ出てる人っていうか言い方おかしいですけど、そういう人たちといかにこう触れ合える時間を作れるかっていうことの方が今大切やなってすごい思ってまして、だからここでもいろんな人にそういう風習の話を聞いたりして建築に場作りにフィードバックしていけますし、今その大阪でも常連のお客さんからいろいろ話聞いて、過去にこんなことがあったんやとか、こういう場所やったんやとか、そういうことを知ることでやっぱり場作りに生かしていけると思うんですね。だからそういうやっぱりこうなんて言うんでしょう、専門性だけで閉じずにその地域で暮らしている人たちの生活とか暮らしからこう学んでいくことっていうのがすごい大切だなと今思ってます。はい、かつてやっぱりそのなんて言うんでしょう、全体を平均的に発展させていく方向にこう計画されてたと思うんですけど、僕もっと日本全国にいろんな村があった方がいいなと思うんですね。でその村を拾い上げれるのが一つ建築家の役割じゃないかなっていうふうに思ってまして、なのでなんて言うんでしょう、その文化人類学的とはまでは言わないですけど、やっぱりその地域の特性をうまくこう、物理的に読み解ける能力っていうのは建築家すごいあると思うので、どこに行っても同じではなくて、その地域の、慣習であるとか、その人々の暮らしとか、もともと建ってる建物の在り方とか、そういうことをこうセンシティブになんていうんでしょう、読み解きながらその場所その場所にあった建築の立ち方っていうのが全体でできていった時に、すごいどこもこう魅力があるような、そんな場所ができたら面白いなっていうふうにいつも考えてます。